皆さんこんにちは、小垣子です。今日はハロウィンにぴったりなこのコウモリのミニバスケットの作り方をご紹介したいと思います。このコウモリのミニバスケット、羽の部分をつけないと実は猫ちゃんにもなるという優れものです。ハロウィン用に中にちょっとお菓子を詰めて誰かにプレゼントしたりデコレーションしたり、結構可愛いと思います。作る材料はこちらになります。毛糸は今回カメラを通しても見やすいように黒ではなく紫の毛糸を使いました。編み針は、4mm の編み針を使いました。あととじ針、ハサミ、ボンド、目は刺繍でもボタンでもフェルトでも何でもいいんですけど、今回私はこのクラフト用の目を使用しました。刺し目だとバスケットの後ろ側にチクッと出てしまうので、この作品では刺し目は使えません。はい、では輪の作り目から始めていきます。指に糸を2回巻いて、その中に針を入れて1回編んで、この輪の中に細編みを6目編み入れます。1目、2、3、4、5、6。はい、では6目、1段目の6目すべて編み終わりました。そしたら、輪を引き締めていきたいので、2段目の最初の目なので、一番最初に編んだ細編みの上に針をかけたいと思います。はい、針を刺せたので、次は輪を引き締めたいと思います。糸の端っこを少し引っ張って反応した輪っかの糸を持って引っ張ります。そしたら内側の輪っかも、引き締まるので引っ張って、それがすべて引き締まったら今度は糸の端っこを持って引き締めます。はい、これで1段目が完了です。そしたら2段目は先ほど引き締めた糸の端っこを編み込みながら、すべての目に増し目をしていきたいと思います。1目に2つずつ細編みを編み入れていきます。それを6回するので2段目は 6×2、12目で終了するはずです。はい、2段目が編み終わりました。そしたら糸の端っこはもう必要がないので切ってしまいます。そしてここから段の始めがわからなくならないようにスティッチマーカーとして毛糸の切れ端を使いたいと思います。そして3段目は増し目をして1つの目に細編みを2目編んだら、次の目は普通に細編みを1目の繰り返しです。はい、3段目が編み終わりました。編み目は、18目になっているはずです。では4段目を編んでいきたいと思います。4段目は、普通に細編みを2目1目ずつを2回編んでから増やし目をします。1つの目に細編みを2目編み入れます。普通に細編みを1、2と編んだら増し目です。1つの目に細編みを2回編み入れます。これをあと4回繰り返します。はい、4段目が編み終わりました。目の数は24目あると思います。そうしたらここからはもう増し目をせずに側面の
バスケットの側面を編んでいく感じになります。なので減らし目も増やし目もなく1段24目を細編みで4段編んでいきます。はい、では4段編み終わりました。1,2,3,4 段ですね。そうしたら次に耳の部分を編んでいきたいと思います。最初に引き抜き編みを1目編みます。その次中長編みを次の目に編み入れます。そしたら中長編みと同じ目に長編みを編み入れます。そしてそこから鎖編みを2目編んで、針から2番目の裏山に針を刺します。そして引き抜き編みをします。これがちょっと難しかったりもします。そして次の目には長編みと中長編みを入れます。同じ目に2目入ることになります。はい、耳の片方ができました。そしたら次、引き抜き編みを4目編み入れます。2、3、4。そしたら今度もう片方の耳を編んでいきます。中長編みを1回、同じ目に長編みを1目、そしたらそこから鎖編みを2目編んで、針から2番目の裏山に針を刺します。そして引き抜き編みをします。そして次の目は長編みと中長編みを同じ目に編み入れます。そして引き抜き編みを1目編みます。これでカゴの前半分部分が出来上がりました。そしたら、バスケットの持ち手の部分を編んでいきたいと思います。細編みを1目編んだら鎖編みを18目編みます。もちろん18目ではなくってもっと長くしたり短くしたりしていただいても構いません。はい、18目編めたら、カゴの向こう側につけたいと思います。スティッチマーカーの横にの目に入れて細編みを1目、そしてそのもう隣にもう1回細編みを編みます。この時ハンドルがねじれていないか確認しましょう。そしてそこから先ほど編んだ鎖目のところに、細編みをしていきます。最初、鎖の裏山を取っていこうかと思ったんですけど、もう簡単に鎖の片側を取っていく細編みで編んでみました。はい、反対側に到着したら先ほど細編みを編んだところの隣にもう1目細編みを編みます。これで取っ手部分の出来上がりです。あとは糸を切って糸の端の処理をしてください。猫バスケットを作りたい方はこれに目、花やリボンなどをつけたら完成です。はい、では羽を編んでいきたいと思います。最初の作り目を作って、ここから鎖編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。そうしたら6目編みました。鎖編みを裏返して針から2番目の裏山に針を刺します。
そして引き抜き編みをします。そしてそこからまた鎖編みを1、2、3、4目編みます。そしたらまた、裏返して針から2番目の裏山に引き抜き編みをします。そしたら隣の裏山に細編みを1目編みます。そして隣の裏山にも細編みを1目編みます。そしたら、端っこの鎖編み4目の部分のところの4番目、ここに細編みを1目編みます。隣の目は長編みを1目編んだら、鎖編みを2目編んで針から2番目の裏山を引き抜き編みします。そしたら長編み、先ほど編んだところと同じ目にもう一度長編みを編み入れます。そして次は、細編みを編みます。そして最後の目、細編みを編みます。はい、これで羽が出来上がりました。この羽は後からカゴに縫い付けるので、縫い付ける用の分、2、30センチ長さを残して切ってください。この羽と同じものをもう1枚作ってください。そしてこれを本体に縫い付けて目をつければコウモリバスケットの出来上がりです。コウモリと猫のミニバスケットの作り方、いかがだったでしょうか。私的にはこのコウモリの羽の部分や耳の部分のチクチクっとした感じがうまくできたんじゃないかなと思って気に入っています。猫の方は鼻をつけないと、間延びのしたモンスターみたいな感じでいまいちなので、鼻をつけた方が絶対可愛いと思います。すいません、外で撮影しているので風が吹いてきてしまいましたが、途中ミャオミャオときっとこういった方がいて耳障りだったらすいません。それはお化けではなくてうちの猫です。もしよろしかったら高評価ボタン、チャンネル登録、あとコメントなんかを残してもらえるととっても嬉しいです。ではありがとうございました。バイバイ。